企画としてお届けしているデアゴスティーニのダイキャストモデル付きマガジンシリーズ第二次世界大戦日本の傑作機コレクションの第4号を紹介していくのだ。第4号は日本海軍の局地戦闘機雷電でしたね。発売日は11月11日だったはず。その通りなのだ。前回の試電会が10月28日発売だったので、今回も規則正しく各種ペースで展開されているわけなのだ。今回も海軍の局地戦闘機、そして雷電、ずんぶりとした独特なフォルムの戦闘機で、プラモデルでも多くのメーカーが手掛けていますね。当チャンネルでもマイクロエースの48分の1スケール、ソードの72分の1スケール、タミヤの48分の1スケール、そして長谷川の72分の1スケールをレビューしてきたのだ。しかも今回は稲妻マーキングで有名な青木中域ということですよね。長谷川の72分の1スケールのレビューでも取り上げました。日本機では比較的珍しい派手な塗装で太めの稲妻がかっこいい。雷電のプラモデルといえばまずこのマーキングが思い浮かぶほどなのだ。で、今回のマガジンはどんな構成になっているんです？大まかな流れはこれまでの号と同じなのだ。機体の初見や開発の背景、激闘録、マーキング例、関連人物紹介、そしてライバル機比較などが章立てとして挙げられているのだ。今回の激闘録はやはり本土防空戦でしょうか？そうなのだ。特に第302海軍航空隊による B29 迎撃戦が詳しく描かれているのだ。第302海軍航空隊といえば厚木基地、有名ですね。司令官は小園大佐。独自戦法斜め機銃を考案した人物として知られ、終戦時にも徹底抗戦を主張した人物でもあるのだ。そもそも雷電ってどんな戦闘機なんです？当チャンネルでも何度か取り上げてきたのだけど、改めて簡単に紹介しておくのだ。雷電は冷戦の生みの親である三菱の堀越義士が開発した局地戦闘機。ルーツをたどると日華事変で前線基地が爆撃されるなどの被害が多く出たため、それに対抗する防空戦闘機として求められたものなのだ。つまりもともとは拠点防空戦闘機として計画された機体なんですね。その通り。戦局の変化で本土決戦へと比重が移ると、雷電は B29 迎撃戦でその本領を発揮していくのだ。性能面は最高速度が時速596キロ、航続距離は1015から2520キロとなっていて、装装があると結構飛べるのだ。さらに改良型の雷電33型では最高速度が時速614キロまで向上しているのだ。大型の空冷エンジンを搭載してますが、不思議と細身の防水系なんですよね。そうなのだ。爆撃機向けの火星エンジンを前方に配置せず、操縦席寄りに搭載したため、プロペラシャフトを延長する必要があった。その結果、カウリングが先細りの流線形となり、雷電ならではのフォルムが誕生したのだ。そのあたりの技術的背景もマガジン内で図解とともに説明されていましたね。また激闘録では第302海軍航空隊を中心に岩国の第332海軍航空隊、大村の第3号2航空隊についても触れられているのだ。いずれも本土防空戦の要となった部隊ですね。さらにライバル機の比較、最高速度、航続距離、馬力、翼面荷重といった数値を述べて比べているのだ。関連人物紹介ページでは赤松中尉、小園大佐、そして開発者堀越義士などが取り上げられていましたね。巻末では航空機における下級機冷却システムをテーマにした技術解説も掲載されていて、毎号新しい切り口で楽しみなポイントなのだ。ではいよいよ第4号のダイキャストモデルを見ていくのだ。今回もほぼ完成状態で梱包されているようですね。そうなのだ。まずは胴体と主翼、すでに死の字状態でキャノピーから内部がしっかり覗けるのだ。座席や操縦桿、防弾ガラスや無線機らしき構造物も見えますね。雷電はキャノピーが大きいので内部がよく見えるのがいいですね。そうなのだ。主翼には気筒管など細かいパーツも装着済みで、機銃は柔らかめ素材、折れにくくてありがたい設計なのだ。プロペラはスピナーと一体で組まれている。軽快塗装も綺麗に塗られていますね。脚部は左右支脚がすでに組まれていて、タイヤや脚柱、カバーが一体で塗り分けられている。今回も飛行状態再現用のカバーが付属していて、差し替えが簡単なのだ。尾輪も一体成形で塗装も丁寧。中期状態での完成姿はこのような感じだ。風を送ればプロペラも回り、専用スタンドで飛行姿勢も楽しめるのだ。さて、実際に組み立ててみてどうでした？
今回も組み立ては非常に簡単であっという間に完成したのだ。良かったポイントは？まずは塗装。稲妻マーキングや日の丸の白縁が綺麗に再現されている。そして筋彫りがしっかり刻まれていて全体の造形もしっかりしているのだ。キャノピーの透明度が高くコックピット内部もよく見えますね。その通り。逆に気になった点としては採用されている能力色がやや暗めでプラモデルでよく見る能力色とは少し違う点かな。仮面色もやや緑がかっていて冷戦で話題に上がった飴色を思わせましたね。とはいえ完成後のフォルムはずんぶりした雷電らしさをしっかり表現していて好印象なのだ。 B29 迎撃に全力を注いだ戦闘機、その歴史背景を読んだ後モデルを眺めると味わいが増しますね。まさにその通りなのだ。ちなみにこの傑作機コレクション紹介企画は次回で一応区切りなんですよね。次号第5号は陸軍の一式戦闘機はやぶさ。発売は11月25日なのだ。そして気になる6号以降のラインナップをおさらいしましょう。陸軍の4式戦闘機はやて。海軍攻撃機流星。陸軍3式戦飛燕。零式艦船52型。その後継烈空。さらに99式艦爆11型と続く豪華な顔ぶれなのだ。さらに第8号の発売日には別冊世界の傑作機 BF109G グスタフも登場。こちらは4号ごとに発売される予定なのだ。というわけで最後までご覧いただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をぜひお願いしますなのだ。次回は第5号で一式戦闘機はやぶさをレビュー予定なのだ。ではバイバイなのだ。